じゃあまたよろしくどうぞお願いします。いいですね。ここそうですね。神が私を通して今お話をされている、こういう感じなんですね。ですから私はできないんですよ。こう腕を上げるっていうのは何ていうのかな。こうやってやるんでしょうかね。ちょっとできないんですね。でも皆さんにお勧めするのはそうですね。こうして神が私を通してお話ししてますという感覚でお話をされると疲れたり、あるいは余計なこと考えないで済みますね。何しろ神が私を通してしようとしてくれるんだからありがたいなと、こういうことですね。それで私は治療する人間なので、ついつい頭蓋骨とかですね、胸椎の何番とかよく間違ってますけれども、ごめんなさいね、言いますね。これね、あんまりこだわることではない。ただ頭蓋骨、これ皆さん動かないと思ってるんですけど、実は動くんですね。赤ちゃんもそうですね、よく動いてますね。実は大人になってもおじいちゃんになってもおばあちゃんになっても動くのが普通なんだけれども、皆さんね、動かさないでいる。そうするとね、血液の循環がよくなくなるんですね。もうお分かりですね。こうやって動いてると血液の循環ポンプみたいに動くわけだから、血液が多くのね、エネルギー、あるいはいろんな作用、栄養などをこう持ってきてますよね。ところがほら、動かないでいるとその血液がうまく上がらなくなってくる。それで高血圧なんていうの起こるんじゃないでしょうかね。これは冗談だと思ってください。動いてくれないから。頭がこうやって動いてくれたら高血圧なんかならなくても、血液がどんどん循環してくれるかな。で、私は動くんですよ。この辺もよく動くんですね。この前もちょっとご質問があったんですけどね、物忘れしないようにするのはどうしたらいいんですかっていうのは、私なんか85歳になると物忘ればっかり、一番大事なところから忘れていくんですね。どうでもいいこといくらでも覚えてんだけれども、でも私でも忘れるから、こう頭動かなくなったら、皆さん私よりもっと忘れちゃうんじゃないでしょうかね。それでね、頭を動かすっていうのはあっさり言うと簡単なんですよ。関節がありますっていう話をもうちょっと続けますとね、この異常縫合って言って、ノコギリの葉っぱを刃をこう合わせたような、それで異常というんですね。変なという意味じゃない。ここのところこう異常縫合でよくこうこんななって頭蓋骨にこんななって模様があるでしょ。あれが異常縫合で、臨場縫合っていうのはここですけどね、魚の鱗みたいにこう重なってる、これ臨場縫合っていうんですけども、これも関節があるから動くんですよ。本当に動くの。で、私は動かない人を簡単に治しちゃうんだけれども、これも治すという言葉使っちゃったんだけど、動くのが当たり前だからよく治るかな。それでまた言いますね。瞑想というのは頭を動かすことかな。もう頭を呼吸とともに動かしていく。これが瞑想だね。今動かしたんですよ。見えなかったでしょうけどね。ということですね。ですから皆さんを私が治すのうんと簡単。私が瞑想すると皆さんは動くんですね。だってそうしないと私は治療師じゃない。また治療という言葉を使ったんですけども、これも具体的に言うと治療じゃなくて、私が自分の頭を動かすことによって皆さんの頭蓋骨を調律してるんですね。ですから私はここにいながら自分の頭を動かすことによって、例えば呼吸で
で皆さんちょっとしたコリアなんかだったら病気なんかでも取れますね。それでもう一遍いきますよ。そのね、皆さんなんで頭が動かなくなっちゃうかというとね、実は物忘れがひどくなるかというと、自分のこと言ってる、実は顎を動かさないからなんですよ。だから顎をよく動かすと物忘れしなくなる。顎をよく動かすと。ですから私はいつも顎を動かして患者さんを治してるの。本当、要するに顎で調律してるんですね。私の言葉で言うと、その顎で右で噛む、左で噛む、ね、突き出して右で噛む、左で噛む、引いて右で噛む、左で噛む、ぐるぐる回す、こういうやり方をしてる。また見てね。私は顎だけ動かしてるんじゃない。わかりますね。はい、右で噛む、左で噛む、突き出して噛む、引いて噛むって言ってね、体全体が動いてるでしょ。私のこのね YouTube のタイトル超簡単って言ってるのはそのこと言ってる。今もこう来た、足の指先までこう動いてる。だから簡単って言うんだよね。難しいこと言ってない。それで言いたいこと言いますね。で許しっていうのはこの前やりましたよ。体の上と体の下、天と地というわけですけれども、天と地を上手に、戸を開けるっていう感じかな。戸を開けるっていう感じ、これが許しですね。これこの前もやりましたね。こうやってやりましたね。この時も見てくださいよ。ほら、私肘の位置動かしてないけど、肩と顎を動かしてる。肩と顎を動かしてる。で、天と地を結んだの。天、愛ですよね。地も愛なんだけれども、愛の働くところというんですね。愛のエネルギーを全身に通した。だから許しですね。こういうことです。で、今度は胸椎頸椎と胸椎の間、どうやって感じるのというご質問になると思うんですけど、これ簡単。天と地を結ぶ、あるいは天地の扉を開ける、あるいは胸椎と言わなくていいですよ、胸椎と頸椎をつなぐ、こう言えばいいんですね。意識命はね、何でもよく知ってる。こっちが言葉で言うとその通り反応するということかな。だから言葉がまず大事になってくるんだよね。で頸椎と胸椎の間というと、そこがこう動いてくれる、自動的に動いてくれるということですね。で、私は今も私はって無意識にやってますけどね、胸椎の2番から動いてるんですよ。だから胸椎の2番が動いていってこっちの手が上がる。胸椎の2番が動いていくからこっちの手が上がる。だからこうやりながら胸椎の2番から動いているので、あっさり言うとどんな大男も私こっちを押して倒すことができない。胸椎の2番から動いてるってことは、その人も私のリズムに乗って動いてるので、一体感っていうんですね。一体感だから倒せないんですね。どんな男も倒せない。何度もやってみせてるんですけどね。このままで動いていっちゃうんですよ。だから畳の上でやるとね、お尻やけどするやけどする。でも倒すことができないということですね。それでその調子、胸椎の例えば4番、とっても大事なところですね。今4番動かしてるんです。これ4番っていうと4番が動いてくれる。さらにいきますよ。腰椎の4番というと腰椎の4番が動いてくれる。これはなんか評価なんか見てくださいよ。お見せしてもいいんだけれども、腰椎の4番っていうのはこのウエストのところを結んだ線が3番です。その下が4番ですね。ここのところをよく動かしておくととってもいいですね。
健康になりますねと、こういうことですね。はい、団中というツボ行きましたかね。団中、ここです。これ乳頭を結んだ線、これもね、太ってる人、大きい人、女性、男性、いろいろ難しいんだけど、ここ簡単だね。団中と言えばいいんですね。あるいはね、胸と言えばいいかな。ところで、鳥はここでこうやって飛んでる。鳥はここで飛んでるんですね。人間もここ大事なところで、私がこうやった時に団中ってちょっとしか動かないんですね。こうしてやる時もそうですね。あんまりこう動かないところなんで、あえてこう動かしちゃいましょうよ。こういうことですね。はい、また続きいきますよ。